2023年新型 N ワゴンカスタム L ターボデビュー29。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。納車から1年が過ぎ、走行距離も1万キロを超えました。この時点で個人的な観点から普段感じている良かった点や気になる点を動画にしてみました。この1年の間に高速も走りましたし、山にも登りました。しかしそれほど無理な負荷はかけていないつもりです。この車はターボ車ですから、ノンターボ車と比べて部品数が多いです。なので当然故障も多いのかなという思いがありました。しかしこれからは分かりませんが、今のところ大きな故障や不具合は感じていません。動画では細かく項目を分けて感じたポイントをご紹介していきます。それでは引き続き動画をご視聴ください。普通車からの車種変更。私の動画をよく視聴されている方はお分かりと思いますが、前者はグレースハイブリッドです。普通車から軽自動車になんでって思われる方も多いと思います。最大の理由はタイヤ交換でしたが、家族数も減って広いスペースも必要なくなったことも理由の一つです。結果タイヤが二回り小さくなったので、運搬や交換が非常に楽になりました。実際タイヤ交換は電動ジャッキのおかげで4本30分ちょっとで終わります。タイヤを積んでの往復を考えれば時短ですし、セルフチェックにもなります。ところで購入のネックになったのはパワーでした。そんなにスピードを出すつもりはないものの、昔の軽自動車のパワーイメージが頭から拭えずにいたのです。でもそれは試乗することで簡単に払拭されてしまいました。加速を試す走行をした結果、前車グレースの加速感と何ら違いがなかったのです。主観です。そして昔の軽の記憶では、加速すると音だけがうるさくてなかなかスピードが出ない印象がありました。しかしエコモード運転でも全然そのようなモタモタ感はありません。これらが選定理由です。エンジン、足回り、乗り心地は今のところすこぶる快調です。走行音が大昔のシビックのような感じです。機能アシスト。電子制御パーキングブレーキは作動も簡単で、アクセルで自動解除です。オートブレーキホールドシステムもブレーキを踏み続ける必要がなくなって大変便利で重宝しています。使うには毎回始動時にスイッチを押す必要がありますが、それをカバーするキットの存在も分かっています。でもしばらくはこのままにしておきます。ホンダセンシングが進化しています。前車は設定スピードを維持する機能のみでした。今は追尾機能が加わり、ブレーキまでかかります。ブレーキを踏む、あるいはリセットしなければ動作を維持し続けます。前車が動き出したらアクセルをちょっと踏むと再度自動運転に入ります。先行車発進お知らせ音が聞こえました。再スタートです。ただ自動追尾中に前の車が走行していての自動ブレーキングは良いと思います。でも前車が信号などで停車していた場合のブレーキは3秒ほど早くしてほしいです。路外逸脱制御機能が働きました。自動でハンドルが反対側に軽く動きます。標識も認識しますので、将来本格的な自動運転につながるのでしょう。
内装装備。座面の高さが変えられるのは今までと同じですが、前車は低い車高のため座面も低かったのです。 N ワゴンは座面が高く乗車する時から乗りやすいです。車幅は確かに狭いのですが、4人掛けのせいなのか思ったより広いです。車内は黒を基調とした収まりで、落ち着いた感が気に入っています。この後部座席下のアンダートレイも気に入っている一つです。外して洗えるところがただのアイデアで終わっていない工夫ですね。中央にボトルホルダーがあると運転席、助手席両方で使えるので便利そうです。でもフロントサイドにはボトルホルダーが多いので、グローブボックスは N ボックスのように大きくしてほしいですね。ドライバーは右手が離せないからそうなのでしょう。ナンバー7と8動画で後部座席に電源を設けましたが、これもあってほしい装備の一つです。私がしたことは ACC 電源を配線延長したに過ぎないのですが、後部座席側も広いので使い道はいろいろです。なので電源があった方が良いと思います。室内灯が車の中央にありません。なので室内をもう少し明るくするため光源を LED に変えました。車の長さから考えて車内灯は中央のみでも良いのではないでしょうか。運転席で照明を使う機会はほとんどないです。主観です。スペアタイヤがなくなって工具入れの空きスペースが目立ちます。ジャッキとかもなくなった分、スペースを有効に使うことを考えても良いのではないでしょうか。この状態ではスチロールの型が決まっているので別の使用は難しいです。外装装備。車高が N ボックスより約9センチほど低いので、サイドガーニッシュからトップ中央に手が届きます。唯一シャークアンテナ付近が最もケアしにくい場所だと思います。パーキングセンサーは今までなかった装備です。少しうるさく感じる時もありますが、便利な機能だと思います。駐車時前輪の傾きが細かくわかるので、停車後タイヤの向き確認で重宝しています。N ワゴンの床下はご覧のようにほとんどカバーがありません。その影響が経年でどのようになるか、特に冬場のエンカルによる影響には興味があります。バッテリーの健全性をナンバー11で動画にしていますが、今のところ健全です。前車のバッテリーは2年で充電しても能力が低下してしまいました。過去動画でも分かる通り、バッテリーの健全性データを追跡しています。このままデータを取り続けると何かの役に立つかもしれません。充電のタイミングや感覚の判断にも利用できると思います。前車も標準でパドルシフトがありました。私は市内や平坦な道路ではパドルシフトは減速のためにしか使っていません。ドライブモードではプラスはアクセルと併用になるからです。しかし山道になると S モードでパドルシフトが大活躍します。上り下りでパドルシフトのプラスとマイナスを操作して S モードドライブを楽しめます。いつも山を登っているわけではないのですが、ターボならではの装備だと思います。操作に慣れれば山道ではドライブがぐんと楽しくなるでしょう。標準装備になってほしい機能。
前者はオートロックだったのでナンバー4動画で車速連動オートロックキットを取り付けました。子供たちの安全のためにはこれが標準装備になればもっと良いと思います。ハンドア警報はありますが外から開けられてしまうのは防犯上好ましくないです。ドアはボタンを押すかスマートキー操作で開けますがドアグリップオープンであれば良いのにと思います。オプションにもなく前者は実装されていたのでちょっと不満です。もっと良いといえばドアミラースイッチもイルミ標準にしてほしいと思います。シートヒーターは座面ではなく背もたれ側にあってほしいですね。座面は敷物をするケースが多いのです。そして発電容量のせいなのか前者と比べると能力が小さいと思います。ここまでつらつらと綴ってきました。N ワゴンで気がついた項目を挙げればまだまだあると思います。しかし話は尽きないので一旦ここまでとさせてください。マイナーな話もしましたが N ワゴンはそれにも増して良い面をたくさん持っています。この動画が車種選定の参考に少しでも役立てば良いと思います。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。